じゃあちょっとやっていきますね。経路的には外をやってからまた中やって外やってっていう感じになっていくと思います。その方がより綺麗になるっていう感じですね、こちらの建物に関しては。すぐ上がってきちゃって、流れるは流れるけどゆっくりっていう感じですもんね。で、おそらく台所関係はリフォームされてる。最後はちょっといろいろとご説明できればとは思いますので、とりあえず作業の方進めていっちゃいますね。さっぱり系の匂いですね。ミミズ。ここに油があったっけ。結構おるんよ。はい。あ、トイレ大丈夫ですよ。
れがとりあえず回収できただけの油なんですけども、こういったのが結構出てくるような感じですね。これからもっともっと出てくるんですか？これで、とりあえずほとんど綺麗になったんじゃないかなっていうところではあるんですけども、これで結構詰まっちゃうんですね。詰まります、詰まります。ただ回収できたのがこれなので、あと細かいやつがほとんど砕けて流れてっちゃってるので、なのでまあ外回り最後全体的に高圧洗浄をかけますので綺麗にはできると思います。わかりました。ありがとうございます。あとはちょっとこれ以外にも一つ二つご説明しなきゃいけないことが出てくると思うので、その時になったらちょっとまたお声かけさせていただきます。わかりました。ありがとうございます。じゃあちょっとお部屋内行きますね。すいません、とりあえず台所の清掃終わりましたので、一度缶の中の様子を見ていただければと思うんですけども、これが、はい、ここの排水管になるところですね。で入れていきますね。でこうやって降りてってで下に降りてってでここの横に穴があるんですけど、これはおそらく食洗機の排水管で合流して降りてで横に来て、ここがちょっとでこの水が溜まってる原因もちょっとお話しできればと思うんですけども、まず汚れがないことを確認していただければと思うんですよね。で行ってこれで外に行ったかな。そうですね、今外蓋開けてるので出てきたね。この水が溜まっちゃってるのが、一点気になるところで、外のところがこう上に向いてるんですよね、配管が最後。そうすると水がその上の面のところまで水が溜まってるので、どうしても缶の中に水が溜まっちゃうんですよね。でこれだとちょっと最初私が台所ってリフォームされましたっていうお話につながってくるところでして、外に水が溜まるところを作って、でなおかつここの台所の排水トラップにも水が溜まるところがあるので、作り的にはダブルトラップっていう作りになっちゃうんですよ。なのでそうすると、そもそものこの水が溜まる仕組みは匂い防止とか、あと害虫が上がってこないようにするっていう目的があるので、一つの、水場に対して1つあれば十分なんですよ。なんですけど2つあることによってこっちで台所下で水が溜まって、であと外のところでも水が溜まっちゃうので空気の逃げ場がなくなっちゃって水の流れがかなり悪くなっちゃうんですよ。でなおかつ外にもこうやって水が溜まるところがあるとその分洗い物とかすると食洗機も動かしてるので油が一緒に流れてこの溜まってる水のところに停滞しやすくなっちゃうんですよね。なので汚れ自体はもうほぼ 100% と言っていいほど取れてはいるので、どんな感じだったんでしょうね、これね、この缶の中で。中はもうこのカメラ入れたところで見れないぐらい油がについてたかと思います。ただ住まわれてどのぐらい？私たちは2010年に来たんですけど、もともとこれ昭和57年の物件なんですよ。はいはいはい。で2010年とかに来ました。はい、だから今12年目にね引っ越してきて。で詰まり始めたとか感じるようになったのって？詰まり始めたな、あれと思い始めたのは、はい、2年ぐらい前かな。少しなってきたってて。じゃあ10年ぐらいは特に問題なく。気にならない。そうですね。一番のベストの解決策は外の溜まってる水のところを溜まらないように工事するのがベストなんですよね。ただ10年ぐらい持ってるって考えると結構奮闘してるのかなっていうところで、そうですね、今工事できるような内容ではないので、予防策として申し上げられることとすれば、やっぱりこう油を拭き取って流す。多分10年この状態で持ってるってことは結構シビアにやっていただいてるのかなとは思うんですけども、
か、あとは台所使用後毎晩こうお鍋1杯程度のお水とか60度以下のお湯を流していただけたりすると、よりその10年のスパンが12年になったりとかっていう長持ちするかなっていうところではあるんですよね。そこは結構料理すごいするんで、はい、でも油は手から必ず排水口には出すようにはしてはいますね。そうですね、引き続きそれをやっていただいて、あとはこう溜めて流すとかそういったのをやっていただけると、あそこの溜まってるここじゃなくて外に溜まってる水のところが一気にそのきれいな水で洗い流せるので、そういった意味だと油がひっつきにくくというか、あくまでも予防なんですけども、今まで以上にその詰まるスパンが伸びるかなっていうところでありますね。なのでちょっと今復旧して水の流れをちょっと見てみますね。はい、またちょっとお声かけさせていただきます。ではすいません、お客様よろしいですか。じゃあ流していきますね。これがもう缶の中は綺麗な状態なので、マスタラの状態なので流れの状態ですね。には言わないんですけども、そうか、言うってことはなんかまだダブルトラップの場合とかですとなってしまう時があるので、今回はならないはならないんですけども、はい、外にもトラップが組んであって、ここにもトラップが組んであるので、ダブルトラップっていう状態には変わりはないんですけども、私たちからすると、そのダブルトラップだと音が鳴る可能性もあるので、結構ケースバイケースではあるんですけども、ここのご自宅に関しては、ならない。それは缶の中に水が溜まってるので、あれはもう油が溜まりやすい構造には変わりはないので、こういったものとかが受けたりするので、溜めて流すとか、お鍋とかでもいいので、はい、そうすると勢いよく流れてくれるので、その分溜まってる缶の中の水をこうきれいな水で押し流してくれるっていうイメージですね。ホームセンターとかであればまず売ってるかなと思います。さっきと違ってこうちゃんとドドドドドドと勢いよく流れてるのが分かるかと思うんですけど、違う溜まってるところの水もその感じでこうドワーッと新しい水に循環してあげて、よりこう油がひっつきにくい状況を作ってあげられるので、結局溜めて流すのでなんかお鍋とかとも変わりはないんですけども、こっちの方がやりやすいとか、その人それぞれではあるんですけどっていう感じです。なんか、逆にそういう逆だと思ってました。私だから少しずつ流してたものがいいのかなぐらいに思ってたんですけど、はい、いやそうですね、そうね、はよりかはやっぱちゃんとした水量で流してあげるっていうのが一番、そうですね。であればなんか食器洗う時に鍋一回そこでせき止めといて、全然やるのは可能だなって。そうですね。なるほどね。パート流してあげて。なるほど。ありがとうございます。じゃあちょっとお台所終わりましたので、他の水回りをやって外をまたやっていきますね。
中が全然見えねえな。おりゃ、すごくない？よいしょ。く虫が何が出てくる。マジでなんでこれで流れてたの？不思議だよね。超せき止めてるよ。超グッドタイミングじゃん。いや、やらどうなったんだ。何この虫。気持ち悪い。かったいな。いったか。いや、ここに入ってたんか。外回りってなんかどこが排水管つながってるとかってお分かりになります？ではちょっとそのご説明できればと思うんですけども、まずここが最初内視鏡で見た、台所と食洗機がつながってるところで、ここでやっぱ管口が上向いてるので、水が溜まる構造になっちゃってるっていう感じなんですよね。これはとりあえず処置が終わって、で次お隣ですね、こちらですね。よいしょ。でここがトイレ2つと、これが洗濯機かの排水になるんですけど、洗濯機も本来これはなくていい部材ではあるんですよ。今までなんかこう排水エラーになったりとかってありましたか？特には問題なく使えているようなですかね。どうしても洗濯機も台所ほどではないんですけど、糸くずとか細かいホコリとかそういったのがこう
水が溜まる構造になっちゃうと汚れがこの溜まった水のところに停滞しやすくなっちゃうので、今回清掃はかけてて、大きい塊の汚れとかは出てこなかったので、で十何年とか使って感じであれば、まだ大丈夫かなとは思うので、一応こういう構造になってますっていう感じ。これもダブルトラップになっちゃってるので、なんでそういう、よくあるのが、リフォームをかけてる物件さんとかで、昔洗濯機の排水ってお部屋内にそのトラップっていう水たまる構造にはなってなかったことが多いですよね。排水管にそのままホースを挿してるだけっていうところで、その水がたまる構造を持ってこなきゃいけないので、外にこうやって設けてるところがあって、でリフォーム後お部屋内のその排水トラップをつけるのはもう今当たり前なので、外は手をつけない場合ですと、昔のこの水がたまるところが残って、でお部屋内も作ってあって、でダブルトラップになっちゃってっていう感じが今のところ多いですかね。そうですね、排水管自体をそのままとか、特にリフォームかけてなければ、ダブルトラップにはならないんですけど、これがこういって、次そっちですね。ここがさっきのトイレ、洗濯機、1階2階のトイレ、洗濯機、台所で、もともとがちょっと待ってですね、写真撮ったのでこんな感じで、水が溜まってたので、だからそういうなんだろうと思って。そうです。最後ちょっとご説明できればとは思うんですけども、根っこがかなり侵入してて、今できる限りは取ったので、よくわかんないんですけど、これがっちりあれで蓋されてたじゃないですか。はい。だけど入り込んじゃうってこと？こういうこれマスって呼ばれるものなんですけど、こういった隙間から根っこが入ってきちゃって、あとここですよね、配管とこのコンクリートの隙間から入ってきちゃうんですよ。たくましいですね。もうたくましくないですか？もうめちゃめちゃ生命力強いみたいな。特に結構この目隠しの植栽とかの強い根っことかが入ってきちゃうんですよ。そういうことか。で、なるほど。これもう口をかなり塞いじゃってるので、よくトイレ流れてたなという感じだったんですよ。特に今までトイレ詰まったとかも。数年前に、そうそう、ティッシュを大量に子供が入っちゃって、その時にティッシュを大量にやって詰まったことがあって、その時スポンっていうか吸盤みたいのでやったんですけど、すっぽんで治った程度。その時はそんな程度で、あとは詰まったことないですね。であれば多分こっち側で詰まった感じではないとは思うので、そうだと思います。それにしてもグッドタイミングでしたね。こんなところで見てくださってありがとうございます。いえとんでもないです。あとこれもこの先も同じような感じですよね。があって、よいしょ。ここにも詰まってたってことですか？そうです。これが元の写真が、次はこんな感じです。これだったんだ最初。そうです。そうです。それがそうですね。これですね。単に、いやイメージ的にはその排水溝の中がいろいろ詰まってるのかなって思ってたんですよ。だからそれだけじゃなかったってことですよね。だからこういう塞いでるものもあったんですけど、今回の台所詰まりだけで見たら、関係はないじゃないですか。いやそれにして関係ないけど、でもこんなのがあったんですか？そうです。これで塞いじゃってたので、恐ろしいんですけど、最初こう水が溜まってたのが、根っこを取ったことによって缶のところに水が溜まらなくなったので、やっぱ根っこが邪魔してたのかなっていうところではあるんですよね。これが入ってたの？これが入ってたの？これちょっと凄まじいんですけど。凄ま
そうですそうです。元がそちらがこんな感じで、凄まじいんですけど。こっちがこんな感じですね。でこれね、これがこっちだったかな。でトイレよくつまらなかったですね。そうです。トイレ、台所、洗濯機の排水が全部そっちに来てるので、これだけ根っこで邪魔しちゃってるとペーパー汚物とかがいの一番に引っかかりやすいので。他の工事で見て、こういうのとかもありました？ありますあります。根っこ詰まりっていうのはありますね。じゃあちょっとこれ見てちょっとびっくりしちゃってるんですけど。はい。でもこれすごいまあ量は多いですね。まあ根っこで詰まるっていうのは、まあ私たちからするとまあちょこちょこあるかなっていうそうなんだ。で、これもやっぱ隙間全部はなかなか取れないんですけど、切って除去はしてますので。ございます。ただ根っこは根本的な改善になるとこの植栽を取るしかなくなっちゃうので、まあいたちごっこというよりかは、まあいたちごっこというかな感じにはなっちゃいますね。根っこはいずれまた生えてきちゃうので。少なくとも12年はこの状態だった。じゃないかなと、まあ、いつからこの隙間が空き始めたとかによってなんですけども、これはすごい。すごいな。衝撃だなこれ。こっちの水が溜まってるのが、はいお風呂なんですよ。はいはいはい。でお風呂も、お風呂場自体にトラップがついてるので、またこれもダブルトラップっていう状態。あ浴槽を流した時に、洗い場の方で上がってくるとかはなかったですか？特にはですかね。でもお風呂は湯船もまあ確かに流れは悪いかなって多少思ったけど、いやそこまでは気にならなかったかな。これがあると、まあ、流れが阻害されちゃうので、まあ、気になってなくて今まで詰まってなくて、で今回コア洗浄した感じもそこまで汚れてるって感じでもなかったので、っていうところです。でこの隣が、洗面所で、その洗面自体が最初流した時にゴボゴボゴボってなんか音が鳴ってたんですけど、ちょっと最後確認していただければと思うんですけども、今鳴らないようにはなってますので、最後ちょっと確認してみますね。ちょっとじゃあ閉めちゃいますね。今回もうフルセットで清掃のタイミングとしてはもうこの上ないタイミングだったのかな。ですね。なんかお願いした時全部見ますって言ってくださって、全部見る必要あるのかなと思ったけど、やっぱりありましたね。いやーこれは良かったですね。あんまりここまであるところはまあその根っこの度合いとはよるんですけども、まあラッキーパターンだったかな。で最後ここがこれもこれ？違う。これもこれです。やばいですねこれ。でここが、でまあ根っこも取って、一番塞いでたので、これだ。これですね。ここが全部根っこだったんですよ。マジで。なのでよくこれで汚物ペーパー流れてたなっていう感じではあったんですよね。なんでなんだろうじゃあ。いや大丈夫でしたよ。ただこれも、まあ取れるだけは取ってはみたんですけども、根本的な改善はもちろんねこんな木もいっぱいあるし、あとあれですよね、きっともうこの辺結構みんな新築に始めるんです。新築にどんどん建て替えてる方も多くて、きっとまあちょっと専門的なところとは違うんでしょうけど、こういうところこういうのとこも多分新築にする時って、きっと全部見直すんですよね多分ね。もう家自体を建て替えてっていう時はきっとであれば、下水道本管が通ってるので、ここまでは多分同じ一合にはなるんですけど、でそこから先は、全部やり替えるかなと思います。きっとそうでしょうね。でこれって結構、昔ながらの作りなので、今はもうビニール素材でできたそうなんだ昇降系マスっていうのがあったりするので、おそらくそれを使うんじゃないかなとは思います。そうするともう全部ビニールで接着しながら、
配管を組んでいくので、はいはい、あんまりその根っこの入る心配はほぼないかなってところではあるんですよね。なるほど。そっか、もう古いがゆえの。そうです。コンクリートの場合は、まあ、こういったところ隙間があるので、そういうところはもうモルタルでこうやって鳴らすだけなので、そうするとゆくゆくこう地盤が沈下したりとかして隙間ができて根っこが入ってとかっていうパターンは王道です。もしかしたらあれかな、震災の時とかにずれたりもしたのかな。ありますね。2011私の多分超初期の YouTube の動画で、沈下後にもうすごい下がっちゃってみたいな動画があって、そうそう、この辺結構下がった。うちは大丈夫だったんですけど、とはいえいろいろあったからね、みんな。やれば、今、これ洗濯機かな。カップ入れた。な感じですね。まあ一応これで流れることは確認してますので、終わりっていう形です。すごい。